いらっしゃいませ。野菜お願いします。ニンニク抜き野菜油いってらっしゃい。野菜油はい、いってらっしゃい、どうぞ。今日は一段とうまいですね。はい、どうぞいってらっしゃい。だから一発で割れるかもう大体いけるんで。お上手。はい。こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。この人、チキニマンです。チキニマン。シクニマン。チキニマン。おかえり。ただいまマンモス。これ僕書いたんですよ、こうやって上届かないんでほうきに吐きつけて書きました、はい、これは千葉の夢を語れのメンバーが書いてくれたんですけど、その中学生が朝練に行くイメージですね。夢持ってて、それこそサッカー部の子だったりとか部活行くのに冬の寒い朝に朝練に行くっていう時のイメージです。よいしょ。いいなあ思って。そうです、僕が命名したし、看板、下新庄の看板は僕が、でも大ちゃんと一緒に書いたんかな。背中に歴史を極めてシャツあるじゃないですか、ユニフォーム、あれは僕が作りましたよ。だから地球規模で考えるもそうだし、面白い方も全部、はい、もうちょっとね、もう僕手放したお店の話をいっぱいしてもしゃあないんであれですけども、どんどん自分が教えたメンバーから育っていってくれたメンバーから結果出す人が増えてってくれて、そういうメンバーとなんか勝負できるってやっていきたいなって思います。だからそのおかげで僕も夢が広がっていくというか大きくなっていくっていう。日本で僕はもうやる必要ないなって思ったから海外出たんですよ。同じ土俵でやるよりは彼らができない土俵に行った方がいいなと思ってアメリカ行きましたけど。いやもうボストンで店出した頃はそれこそ
日本人じゃなくてアメリカ人のお客さんはみんな軒並み残すっていう、もう彼らからしたら食事ってコミュニケーションの場なんで、もう30分ぐらいもう箸刺したまま喋ってんですよ。でちびちび食べはるんですけど、それはもう30分も経ったらもう油真っ白になってて、それでも食べるんですよね。でお腹いっぱいになったから残すみたいな人がほとんどでした。それを今ではもうアメリカ人が10分ぐらいでみんなガッ食べて、もう食べて帰るっていう文化になりました。食べて帰る人にグッジョブって、いやグッジョブってそこまで言ってなかったですけど、食べて帰るお客さんをフォーカスして、そのお客さんに対して何かこうアクションしていったらいいんじゃないですかって。で僕ら食べたお客さんに対してグッジョブって言うようになったんですよね。グッジョブグッジョブって食べ終わったお客さんだけにグッジョブって食べ終わってないお客さんとか残してるお客さんに対しては何も言わずにセンキューだけ言ってたんですよ。グッジョブ欲しいからみんな食べるようになったんです。なんだったら今度スープまで飲むようになってって、で会員ですパーフェクトって言ったらもうみんなパーフェクト言ってほしいから、アメリカ人みんなスープまで飲んで帰るんですよ。日本じゃスープまで飲んでいく人ってほとんどいないのに、アメリカのお客さんめちゃくちゃスープ飲むんですよ。ボストンはラーメン食べ終わった後に立ち上がってみんなの前で夢語るんですよ。ここでいきなり「My dream is」ってみんなの前で語るんですよっていう店なんですけど、それも最初からあった文化じゃなくて、うちのスタッフが作ってくれた文化です。僕がずっとひたすら、いつかお客さんがラーメン食べ終わったらみんなの前で夢を語るラーメンを作りたいんだってずっと言ってたんですよ。朝礼でも言ってたし、ミーティングの時も言ってたし、みんなで遊んでる時も言ってたんですよ。でそういう店になりましたの背脂入れます。300。同じ腕っていう種類で取ってるんですけど、腕の部分にも脂身が多いところと少ないところと程よくっていうのと、これどっちかって言ったら脂身が少ない系、これ脂身が程よくサシが入ってる系で、これがランダムに入ってる系みたいな感じで、全部なんだかんだ言って食感違うんですよ。で例えばこういう系のやつはちょっと太めに切ってあげて、こういう赤身が多いやつは薄めに大きくワイドに切ってあげたりとかすることによって、せっかくお肉3枚注文して全部同じ食感と同じなんやらサシの入り方やったら面白ないというか、なのでできる限り分けてあげるようにした方がお得じゃないですか。僕らの技術でお得レベル上がるんやったらその方がいいので、醤油が入ってないのいいじゃん。はいどうぞいってらっしゃい。これ逆に外の数字が半分に分ける。分けた。半分ずつ。もう濃いな思ったらそうですか。結構濃くない。てっきりそんな中に入ってたら。
上から醤油かけてないですよ。醤油です。はい、いらっしゃいませ。これで巻いてるから、これ話した瞬間まだいいよ。チーズの中でニンニクやっLINE 登録してますか、ワインさん。どうぞ、本当に。野菜お願いします。お待たせしました。小豚2枚、生卵からニンニクありだとそのまま。はい、どうぞ生卵こっちからお取りください。いってらっしゃい。はい。ニンニク抜きやさぶらいってらっしゃい。お次小豚2枚、チーズ生卵ですね。いってらっしゃい。おせーはい、どうぞお肉2枚いってらっしゃい。はい、どうぞニンニクあり野菜増しいってらっしゃい。今まで入れすぎなんじゃないですか。そう。はい。まあ、500g からが美味しいラーメン屋目指してるんで500食べてない人はまだ本当の美味しさ分かってないよね。美味しいよな。人生損してるよ。アロハ楽勝で健康本当の健康って心の健康の方が大事で500食べた方が心が健康になるっていう。今からでもまだ間に合うよ。行く。行きまよっしゃね、撮影もあることでね500ぐらい行ってもらってね。今学生ですか？あ、もう社会人。どうですか、夢。いいよ。はい、どうもあらせ。あらっしゃい。よいしょ、バラせ。入れなくていい。お待た
たせしました。500g のお肉2枚の生卵全増し増しですね。はい、ニンニク油はどうしましょう。全部マシマシで。はい、全部増し増し。お肉2枚。はい、どうぞいってらっしゃい。おませーす。生卵こっちから取って、はい、お肉は2枚。にんにく少なめ、油野菜いってらっしゃい。どうぞ。お肉が3枚。増しで500いってらっしゃい。にんにくあり油増し、フライドオニオン。はい、どうぞいってらっしゃい。おせっす。にんにく抜き野菜油、にんにく抜き野菜油、はい、いってらっしゃい。どうぞ。あ、ちょっともうちょっと味かけてくれたら。ありがとうございます。いってらっしゃい。はい、どうぞ。ありがとうございます。入れとかないと。佐賀初じゃ。やっと最近っすよ。もうひたすら僕らが 500g がうまいと言い続けて、やっぱりそのバイタリティと食べる量って比例すると思ってるんで、僕は若いうちに食べれる量を増やしてほしいなっていう。今日はね、人のを見てたら我慢できなくなる。2人とも 600g 食べる言うて。いらっしゃいませ。お願いします。この状態で乳化してるじゃないですか。これです。麺を入れたら非乳化になるように微乳化でやってます。このギリギリのラインが結構難しい。非乳化と度乳化の店があるんですけど、非乳化ギリギリのラインってなかなかない。麺入れた瞬間に乳化が取れるっていうぐらいの乳化にしてます。どこにもあるんですよ。うどんとラーメン屋さんが一緒になってるところが。野菜お願いします。あ、もう同じラーメン。まだうどんとラーメン。うどんも。ライン食べてます。油普通、野菜少なめ、にんにくはマシマシ。で、お盆と。はい、3枚。はい、どうぞ、お待たせです。はい、じゃあ、くにちゃんからにんにくは。にんにくお願いします。はい、野菜油は。野菜ちょっと少なめの。にんにくあり、野菜少なめ。油で。油増し。にんにくありの野菜で油増し。酔ってるやついる？いねえよな。はい、いってらっしゃい。いただきます。怖すぎる。はい、600にんにくは入れますか。肉抜きで野菜少なめ、油そのままの辛めでお願いします。にんにくあり？あ、少なめ。はい。少なめの油増し？はい。の辛めでお願いします。辛め。
いってらっしゃい、お待ちです。いただきます。ゆで卵、生卵、チーズ。使えるですけど、使います。今日は一段とうまいですね。うまいっすね。いやほんま人生初の600なんで、今まで 500g って食えたことなかったんですけど、ちょっとお兄さんたちに触発っていうか、ちょっと僕らも感化されて。どうですか。いや、そうですね。うちはもう特にこのスープの濃度も全部麺をたくさん食べてもらうために濃くしすぎてないです。だから濃度高いラーメン屋さんやっぱ多いですけど、それやと麺が食べれないですね。スープって結構さらっとしててあっさりじゃないですか。そうやって麺たくさん食べてもらうためにこの濃度にしてるっていう、めちゃくちゃ食べやすいはずです。だから300でもペロッといってもらえんちゃうかなと思いますけど。ありがとうございます。お疲れ様です。おはようございます。お腹良くなりました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。嫁さん完食です。大仕事です。600は無理っすね。500が限界です。キャベツもっと多め、油増しで。ニンニクあり油増し。キャベツください。はいよ。これもう見ながらね、周り見ながら。外ニンニクあり油増しいってらっしゃい。あ次ショウタにもチーズ、チーズ中外どっちがいい。はい、いってらっしゃい。ダベンチ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、味噌ラーメン3辛で麺増しいってらっしゃい。お肉2枚おせです。寝なくてもいい体を作りたいっていうことで、っていうのが僕の夢なんです。誰も共感してないかもしれない。もう言ったらみんな夢をガンガン語ってるお店っていう、そのボストンでやってたような雰囲気のお店にしたいと思ってます。なんか最初って夢いきなり語られたら引くじゃないですか。もう毎回行くたびになんか作ってる人が夢語ってたら、あ、また語ってるわって、ちょっとなんか最初とは違う、もう慣れになるっていう。そうなっていけばなんか夢を語ることに対して抵抗下がっていくじゃないですか。でなんか面白いなと思ってくれた人から順番に夢を語り始めてってくれたら、いつかはそういう人たちで溢れていって夢を語るのが当然の空気のお店になるっていう、そこを目指してます。日本の文化とかアメリカの文化とかっていきなりできないに長い年数かかるじゃないですか。でもそれ紐解きゃ誰か一人が言い続けやり続けたことが、それを誰かが真似していって、その流れができていってじゃないですか。なので夢を語る文化も最初はなかったとしても、ここがまさにやり続けて共感者増やしていけば、いずれは10年後20年後100年後に文化になるかもしれん。諦めずにやり続けることっていう。でもその仮説でボストン行ったわけですよ。本当に一人の人間が言い続けやり続けた文化は作れるのかっていうのを仮説でアメリカ行くじゃないですか。行って英語を話せない人間がひたすら夢を語れるラーメンやりたいってずっと語ってて、最終的にはできたんですよ。夢を語るラーメン屋になったんですよ。でそこから僕はもう今ボストンから引っ越して今日本にいるじゃないですか。今でも夢を語れるラーメン屋として残ってるんですよ、そこに。ってことはもはやその店は文化になってるじゃないですか。っていうふうに一人の人間が言い続けやり続け諦めなければ、僕は文化って作れるんだってことを一回は経験してるんで、次はさらに難易度の高い日本帰ってきて夢を語らない国で夢を語る文化を作ろうと思ってるってところです。はい、もう100年構想ですよねこれ。はい。